魂に沿った生き方をするときが今です。今に浸ってていいんだから、頑張る必要がなくなっちゃうんだよね。本当のあなたの力を、思い出すとき。人生ゲームだよって。はい。それでは始まりました。スターシードチャンネル。はい。よしです。あきこです。こんにちは。はい。こんにちは。ちょっとなんかこう、ね、毎回こう戸惑いながらやってますけども、今日のね、ちょっとテーマ、いきなりまた降りてきたっていう感じなんですけど、なんかお互いに今日はなんかね、同じことを考えてたなってさっき知ったんですけど、今日のテーマは、なんと、創造主として生きるっていうのをやっていこうということですね。はい。はい。そうなんですね。どうですかね、マキコさん、その辺は、なんかさっきね、ちょっとこう、始まる前に、なんか出家したかったって話もあったんですけど。そうなんですよね。その辺はどうだったんですか？そうなんですよ。私、いつぐらいかな、だから、やっぱこういうインドの哲学とか、20、いくつぐらいですかね、25ぐらいかな、のあたりで、分かってきたときに、なんか出家したいなって思ったんですよ。でもうこういうことだけが興味があるというか、なんていうんですかね、もうすべてが、なんていうのかな、幻想っていうことがなんか一瞬で分かっちゃったというか、そうなのかなって思った時に、そういう真理みたいのを、なんていうのかな、追求したいなっていうすごい衝動に駆られて、出家したいなって思ったんですよね。25、6ぐらい。だけど、でもなんかやっぱり結局親がいるじゃないですか。親とか兄弟とか。親にこうやっぱ子供とか見せてあげたい。だから多分私がその年で出家とかしたら悲しむかなと思って、こういう結婚とか子供持つっていう方に行ったんですよね。ちょっと変わってるんだろうね。なんかやっぱそういうことにもともと興味があって、あとやっぱりもともと多分前世でも何度もそういうことをやってきてるんじゃないかなとは思うんですよね。そっか、出家、僕もね、なんか、またね、別の回とかでもやりたいんだけど、結構ディープな過程だったので、なんだろうな、そういった、ほぼ出家状態みたいな状況になってたので、出家みたいなことをやってたんですよね、なんかね。で、そうか、瞑想してたって言ってましたね。瞑想、そうね、そういうこともそうだし、環境もそうだったし、なんかね、今考えたら、なんかそういう、よく出家僧がやるようなことっていうのを結構やってたなと思います、子供時代。わかります、わかります。例えば、なんか、毎日2時間瞑想してたりとか、そんなにやってたね。よく考えたら。あとは、長いね。2時間も。あと山道でね、標高1000メーターの山に住んでたんですよ。夜逃げしてからはね。で、そこから学校に行くのに、降りていくじゃないですか。自転車で降りていって、30分で行けんだけど、帰りに2時間半押して帰ってたんですよね。そしたらなんか2時間半なんかしなあかんと思って、マントラみたいになってたんですよ、その時に。なんか同じことを繰り返してやらないともう持たねえやと思って、同じ言葉みたいなよくわからないものを繰り返して言ってた。それまさにこう、なんかマントラだったなって思うんですね。そう。わー、すごいね。よしさん、すごいな。もうなんか、なんか、そういう、もしかしたら今ね、なんかそういう皆さんが言う、そういった修行みたいなこと、マントラもなんかやってたのかなって気がしますね。はい。そうなんね。すごいね。だから前世からさ、結局そういうことやってる人っていうのは、やっぱりそういうのに惹かれる、こういうスピリチュアルとかに惹かれるっていうのもそうだと思うんですけど、やっぱりそういうなんか出家というかね、そっちの方の道を探求したい、追求したいっていう衝動に駆られる時ってあるんじゃないかとは思うんですよね。そうですね。それで今ね、あきこさんの場合は、まずその25歳ぐらいで出家をしたいなと思ったんだけど、実際にはせずに、でも今、知らなかったけど、本気なのかって感じだけどね。でも今はね、インドに行って、ちょっと出
刑に近いような状況になってるんでしょ、今。ね。そうだね。確かにそうだわ。で、そこでなんか、どうなんですか、なんかそういう、なんだろう、そういった俗世間に疲れたみたいな話もあったんだけど、そういったところっていうのはやっぱりインドだと全然違うんでしょ？そうですね。俗社会じゃないって感じ。そうですね。だから結局この、なんて言うんだろう。秘境みたいなところに住んでるから、ここに、どっぷり浸かれば、本当に、なんていうのかな、出家みたいな感じにはなるとは思うんですけど、でもさ、やっぱりその25、6の時に、自分がなんでやっぱそっちの方に行かなかったかっていうのは、親にこう子供見せたいとか、そういうのももちろんあったんですけど、結婚したりね。あと、なんかやっぱりこうやって生きることの方が、出家よりも大変なんじゃないかなとか、修行としては、本当にこっちの方が大変不況というんですかね。それあたりもなんとなくやっぱこっちにあるんじゃないかなとは思ったんですよね。実際そうだったなっていう感じはありますね。落ちたもんね、やっぱり人生初めて落ちたことがやっぱり自分の人生の中であったからだからそういう意味でね、だから今回は創造主として生きるっていうテーマだとしたら、なんか人間が一番落ちた時っていうのは、まさになんていうかな、そういう、なんか、変容のチャンスみたいな、気づきのチャンスみたいな、一番だからマックスに、なんていうかな、力がある状態って思うんですけど、どう思います？要は、我欲がなくなって、なんていうのもう自分の自我ではもうどうにもなんねえよねって手放した状態、100% 手放せる状態になっちゃうってことだと思うんだけど、その辺はどうですか？でもその時じゃないと、だから見つけられないというか気づけない。だから究極のところまでいかないと、究極まで落ちないとか、究極の真理というんですかね。そういうところまでいかないとそういうものって、なんか真理が見つけられないじゃないけど、だからすごい落ちたりすることってやっぱりすごい必要なことだと思いますよね。そうですね。なんていうのかな、やっぱりなんか、行き着いたんですよね。自分が今世探したいと思っているところまで、本当に行き着いて、だからなんていうのかな、全てが結局やっぱり幻想なんですよね。やっぱり自分でやってるんじゃないかなってだって25、6ぐらいの時に気がついてて、今42だからもう何年も自分でそのあたりは分かってるわけじゃないですか。で、だけどね、こうやって生きてて。なんていうのかな、日々の、インドだけだったらいいんですけど、やっぱり今こうやって日本の方たちともいろいろ関わったりしてる中で、あと YouTube とかやってる中で、いろんな人たちがいたり、いろんなことを聞いたりするじゃないですか。そういう、なんていうのかな、幻想の中の、一つ一つの出来事が、なんていうのかな、すごく魅力的ではあるんだけど、やっぱりそっちの方に惹かれたりすごくするんですよね。よくできてるとは思うんだけど、だけど結局自分でやってるとかさ、幻想だっていうことがもう真理として自分で腑に落ちてるから虚しくなってくる時があるんですね。虚しくなってくるの？虚しくなってくるんですよね。何それちょっと詳しく教えてほしいですね。どういう感覚なんですかね。虚しくなること？なんだろう、結局どんなに喜ばしいこと、嬉しいことっていうのもあったとしても、結局自分で映し出してるっていうか、自分でやってる一人遊びみたいな感じの感覚があって、なんていうのかな。わかります？わかりますよ。だからこの世界が、だから自分が作っていて、ここに出てくる、僕だったらあきこさんは、実は自分が作っている幻想、ホログラムだとしたら、ホログラムに対してなんか、話して一流したりいろいろしてるのってなんだろうっていうことでしょ？そういう感覚ね。そこに思い入れをしたり、なんかそこで一喜一憂したりっていうさ、そういう感情を味わってるんだと思うんですね。私たちって波動だから。そうだけどなんていうのかな、嬉しい虚しさですけどね。なんかなんていうのかな、比喩っていう感じかな。比喩っていうんですけど、なんか全部自分でやってんのかなっていう、こういうことも全部自分でやってんのかなって思うとすごく涙が出てくるんですね。嬉しい
悲しい、嬉しい、虚しいなんていうんですか、一人遊び、そんな感じになるかな。面白いね。だから僕はね、逆に最近ね、なんだろう、なんかずっと概念では、これ人生ゲームだよってずっと本まで書いて自分で言ってるのに、まだやっぱり腑に落ちない部分って結構やっぱあるんですよね。日々ね、忘れちゃうし。だけど、最近はなんかようやく、なんかこの世界で、なんかたまになんか自分っていうのがなくなる時があるんですよね。たまにね。自分なくなるっていうのは要は、自分と他人とか世界が、なんか要はなんか自分となんか一体化っていうの時に、めっちゃなんか嬉しくなる瞬間っていうのはちょっと体感できてきた。感覚的にね。だから、虚しさではないんだよね。逆になんか、嬉しさな感じになっちゃう。そっかそっか、いいね。で、なんだろうな。じゃあ、なんかそこはでもね、みんな、なんか陥るんじゃないの？だから、なんかこの世界を自分で作っていて、すべてが幻想なんだったら、なんで幻想にっていう、その虚しさっていうのを頭では感じるでしょうね、一回。みんながね。だけど、マキコさんがよく言う、なんかこう、なんていうの、全部に愛を感じるみたいな話っていうのは、どっちかっていうと、その自分とか周りが一体化している時ですよね、どっちかっていうと。じゃあ、幻想といえば幻想なんだけど、要はそれが一体化するっていうことが、幻想の意味合いだとするならば、めっちゃそれ愛なんでしょうね、みたいな。ちょっと言いにくいけどね。言葉に論理的に説明しにくいけど、そっちの方なんだろうなって気がする。なんか難しいな。言い方が難しい。すべてだから嬉しいことも楽しいことも悲しいことも、なんですかね、怖いこともとか、すべてが結局自分でやっていて愛の中にあるんだよね。愛の中にあって、すごい深い愛ですけど、なんかそこに浸ってたいみたいな感じなのかな。だから瞑想願望みたいなのがやっぱすごい出てきてて、なんとなくね、やっぱこうスピリチュアルリーダー、私がちょっと尊敬してるようなスピリチュアルリーダーの人って瞑想に入るんですよね。なんでみんな今あんまりこう外に表に出てこないのかなと思うんだけど、瞑想の中でいろいろコントロールしてくれてるのかなと思うんですけど、なんかその気持ちがちょっとわかるというかね。でも私は、やっぱりなんていうのかな、こういうなんていうのかな、地球も味わいたくて地球に来てるわけだから、そこも楽しみたいんだけど、そっちの方の心理っていうのかな、結局だから死んだ後にやるのかなとか思うんですけど、やっぱりやりたいかね、地球のことも、でもそっちの衝動に駆られる時がありますね。そっかそっか。そうなんですよ。これね、だからあれだよね。なんかわかる。その今のニュアンスはなんとなく分かってるんですけど、要は、やっぱりこの僕ら、なんか僕もそうだけど、あきこさんもそうだけど、最初にスピリチュアリティっていうのは、要は、なんていうの？いわゆる幻想の中のゲーム設定の中の登場人物としての遊びだから、そこにまずは浸りながら、なんかそういう魔法を覚えていくような感覚じゃないですか。だから人生レベルアップしていける感覚が常にレベルアップしたいから頑張っちゃうっていう感覚なんだけど、そもそもあなたが作ってるでしょって分かっちゃって、しかも体感してきちゃうと、今に浸ってていいんだから、頑張る必要なくなっちゃうんだよね。だからそこにまたちょっと虚しさみたいに確かに分かるんだけど、とはいえ、ね、それを持ちつつ、なんていうの、この世界を遊ぶっていうパターンが、両立だよね。僕は両立するの好きだから、めっちゃ、逆に今また遊び尽くしたいなと思ってきたかな。この世界を。そうだね。今話してたらでも遊びたくなってきた。でしょ？でもね、その揺れの気分はわかるのよ。僕もなんかその気分わかるんだけど、でも僕は逆にあきこさんよりもちょっとゆっくり、目覚め系を味わってきてるだと思うんだけど、でも今の感覚では、より目覚めながらね、生きるときは、前回の動画もあったけど、遊ぶだよね。
遊ぶ。うんうん、遊びに行くんだよねって感じ。遊ぶだね。そう。遊ぶっていうことをしに来てるんだもんね。そう。確かに、やっぱり、なんていうのかな、やっぱりアセンションの時に、ここにやっぱ選んでいるわけだからね、遊びに来てて、思い切ったことやりに来てんだろうなと思うんですよ。そうなの。だから、そう。でね、宇宙的な規模でとか言うじゃない、あきこさんが。まさにやるよっていうか、やりたいよって感じですよ、僕なんかはね。そこでちょっと男性性とかが出てきますよ、僕も。久々に。今までだったら、なんかあんまりモチベーションが上がらなかったっていうのがありますよ。もう、日本規模かわかんない、世界規模でもそうかもしれないけど、宇宙規模ってちょっとワクワクしますよね。とうとうモチベーション来たなっていう。嬉しい感じ。どしさんのね、本当存在はありがたいですよね。いや。今私もモチベーション上がってきた。上がってきた。なんかね、孤独なんですよ、すごく。そう？孤独なんですよね。孤独ってなんていうのかな、いい意味の孤独好きみたいなとこあるんだけど、なんかここの辺りで結局分かり合える人ってすごく少ないんですよね。だけど、よく考えてみ、今日ね、私こうやってちょっと思い返してみたときに、こうやってヨさんがね、近くにいてくれたり、例えばクーさんがいたり、お姉ちゃんがいたりとかね、自分の中で結局この創造主としての意識で、同じ目線でいてくれる人が周りに固められてきたんですよね。だからこの視点を持ってる人じゃないと、なんていうのかな、自分と同じ、なんていうのかな、世界観を共有できない、なんだろう、自分が実現したいことをぐっとやるときに、この人たちがすごい私にとってすごく必要なんだなっていうのをすごく感じたんですよ。この価値観っていうのかな、ここを、そう、これも来たんですよ。この創造主としての意識っていうのはもう本当に宇宙規模の意識だから、結局ね、宇宙人今こうやって創造主として生きるっていうのは、地球に住んでる私たちだけじゃなくて宇宙人に対してもメッセージを伝えてるんですよね。これが来たんですよ。そういう意識なんですよね。だから彼らにも分かってほしい、宇宙に住んでる彼らにも分かってほしいし、地球に住んでる私たちにもみんなにも分かってほしいし、私も国を落としたいしっていう、だ要はね、いろんな星に住んでる宇宙人たちもいっぱいいるんだけど、やっぱ争ってる人たちとかね、宇宙人もいるわけだし、なんていうんですかね、そこまで行き着いてるのか行き着いてないのか分かんないですけど、やっぱりこの意識っていうのは最強なわけだし、自分で結局やってるわけだから、このメッセージはね、結構だから自分が亡くなった後にも引き継がれる意識っていうのかな、これが降りてきた今日すごいなと思って。僕ね、もう最近また創造主っていうのをもうやっぱりどんどん言いたくてしょうがなくて、本当に。で、ライフワークなんですよ。僕の中のライフワークは、やっぱり自分がこの人生の創造主だよっていうのを、とにかく何億回でも伝えたいっていう、そのために本を書いてやってるんだけど。よしさんもそうだもんね。そうなんですよ。で、再度それをね、また思い出してきたっていう感じも、気がする。だからね、そこでね、さっきのあきこさんの話にまた戻るんだけど、虚しさとかその辺もあるんだけど、一旦ね、おそらくそこの意識に生き始めた人っていうのは、おそらく一旦確かに虚しさを感じると思うのよ。だってこれが幻想で何もかもが自分であったら、何のためにっていうために生きちゃうとね。だけど、もう一個さっきの面白さがさっきあったのは、この意識は宇宙的なものである。で宇宙的にそれをみんなになんていうの、伝えていくものであるっていうのは、またちょっとモチベーション、いわゆる、創造主と生きたら何でもできちゃうから、モチベーションっていらないんだけど、あえてこれモチベーションと呼べるものが一個見つかったっていう感じ。わかる？この感覚。これがあれば無限大のモチベーションだよね、もう。って感じがした。
そう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 。本当に創造主としての意識って全てなわけだから、本当にすごいメッセージなんですよね、これって。なんか、で、地球の中で今起きてること、日本、縮図ですよね。日本の中で起きてることは世界中で起きてて、世界中、地球の中で起きてることは宇宙中で起きてるんですよね。そう。だからもう、意識は広げていきますけれども、目の前のことに結局やっぱ入らないとかね、自分で作ってるとか、一つ一つのもう本当目の前のことになってくるんだけど、これがもう結局宇宙に影響を与えるっていうことになってくるかなっていう、すごいそれを体感してるんですね、日々。大きな、基本的に大きく宇宙的にっていうのは何するねんって言ったら結局自分の内側を、自分の世界をどうするかだけなんですよねって話でしょ。この宇宙は自分だから。で、それだけ、で、それだけの自分のやっぱり力があるっていうか、自分がクリエイトしてるし、すごく小さくなる。やっぱ地球に生きてたから、本当に小さくみんななってると思うし、私もやっぱり小さくなってくる時あるんだけど、やっぱり演技じゃないけどね。そこからもう外れて自分が創造主である、自分が全てクリエイトしてるっていう意識に本当になんていうのかな、立つと全てが本当に、さっき吉さんが言ったみたいに愛おしいし、この幻想というんですかね、いろんな形になっているんですけれども、それが本当になんていうのかな、尊いものっていうのかな、それをすごく感じますよね。泣いちゃうもん、こういうこと考えてる。わかる。なんかね、泣いちゃうって、なんか僕は結構感情を結構押し殺してきたなっていうのを最近また感じるんだけど、最近ちょっと泣くのよね。泣くようになった？泣けるようになってるのね。泣けるようになった。今もちょっとこう、うるうるしてきてるんだけどね。でも、なんかそんな感覚っていうのが分かってきたし、なんか、そういうことなんだなっていうのをなんとなく分かってきた。感覚的なものがね。そうだね。すごいね。こういう話をしてると、ちょっとこうね、いや、でもそう言われても創造主として、なかなか考えれませんよっていう人も多いと思うので、そういった人に向けてもなんかね、話をしたいんですけど、どうしようかな。僕から言うと、やっぱり僕はゲームで例えるのが大好きだから、ゲームをやったことある人、例えば、ロールプレイングゲーム、ドラゴンクエストとかね、いろいろあるんですよ。ファイナルファンタジーとかあるんだけど、そういうのやったことある人はわかると思うんだけど、最初ね、この世界、なんか自分がこう生まれて、なんか気がついたとき、僕はどっちかっていうと、サブキャラ町の町人 A だと思ってたんですよ、僕、自分自身のね。町の町人 A ってゲームで言うとなんか同じことしか言わなくて、今日は暑いですね、今日は暑いですね、今日は暑いですね、ばっかり言う。そういうゲームなかったですか、昔。わかんない。ゲームあんまやってないか。そういうのがあるのよ。だけど、要はその町の町人 A っていてもいなくてもいいサブキャラなんだけど、でもそういうふうに自分はそういう人間だと思ってたわけ。でも、やっぱある時に自分で主体的に生きようと思った瞬間に、なんかこう、自分は主人公でもいいんだなって思ったんですよ。で、みんなもやっぱりそういう時があるじゃないですか。例えば、何か自分で、ものを何か考えて、仕事を始めるとか、何かを考えて何かね、新しいことを、発信してみるって。そういう時って自分が主体的で、主人公の生き方をするんだけど、でもその時に、なんかね、結構ね、大変なことが起きますよね。大変っていうのは行動を起こそうとした瞬間に、やっぱりその反対の、この世界では2つが生まれちゃうから、何かやろうと思った瞬間にできないが生まれちゃうから、できないを経験するじゃないですか。そこでめちゃめちゃ、これなんかこの世界難しいな、大変だな、しんどいな、じゃあもう諦めようっていう人も多いと思うんですよね。無価値観の方に行って、自分なんて無理だってなっちゃって。だけど、そういう時に初めて、待てよって考えるんですよ。で、そこで落ち込むから、めちゃめちゃ落ちて、まさにさっきのあきこさんとか僕もそうだけど、一回落ちて、もうどうしようもない、もうこれはもう死ぬか生きるか、もうどうしようぐらいに行った瞬間に、ちょっと待てよと。この世界もし自分で作ってるんだとしたら、どうなのよっていう。ね。そしたらこういうなんか設定自分でもし書いてきてるんだったら、それ何のためにこの設定で苦しんでるのって話になるでしょっていうね。
そこで初めて創造主の意識っていうのを思い出してくるっていうことでしょう。言い方、わかりやすく言うならば、そういうふうに僕は説明するんだけど、で、それで生き始めると、全てがね、他人のせいにもできないし、逆に自分の、全てが自分だから、ね、一切なんていうの、他人のせいや出来事や環境のせいにもできないんだけど、自分が本当になんていうの、全ての責任を持ちながら、しかも楽しむしかないになっちゃうんですよね。だって自分が設定してるんでしょって話だから。そうだね。で、まずはそこら辺をちょっとこう、なんていうの、まだなんとなくよくわかんないって人は、なんかちょっと感じて、日々の中にちょっと、考えてみたらいいかなと思うんですね。わかりやすいですね。いい？そんなことばっかり言ってるから、僕は。あきこさんとしてはどう？なんかどういうふうに説明したらみんなわかるかな？こういう、創造主として意識っていうか。結局、外側の現実を見ていても、いろんな形を変えて、いいものも悪いものも一喜一憂するんですよね。一喜一憂、すごい波があるんですよ。波が。だから波があるのをずっと経験したいなら、まだまだずっと外側を見ててもいいんですけど、やっぱりすごい、落ちたり、上がったりっていう、アップダウンがあると苦しくなってきたりね、疲れてきますから、もういいかなって思うところで、この創造主の意識っていうところに、行ってみると、本当に至福というかね、満たされた意識ですかね。こここそ、本当のやっぱ至福かな、平安っていうんですかね。とても穏やかな意識でずっといられるんですよね。でもまだやっぱりこういう波があるところは楽しいから、そっちの方に意識を持ちがちですけど、もういいかな、疲れてきたなと思ったら、この創造主の意識になると、全てが結局自分がクリエイトしてたなっていうこととか、だんだん分かってくるかな。どっかで諦めるっていう感じかな。そう。あきこさんは今、100のうち何%ぐらいそういう意識で生きてるんですか？日々の何%？ちょっと最近入ってた。やっぱ日本に行ってたから、ちょっとこの目の前の現実にやっぱ結構入ってて、波があったみたいですね。日本だと入りやすいんだね。そうかもしれないね。日本に来て、あれかもしれないね。エネルギー的にこう、元の自分に戻った時に、本当に比喩だったなっていうところで、ぐったりしたのかもしれないね。なるほどね。そうかもしれない。でもそれも楽しいし、愛おしいし、すごい楽しいんですけど、でもこの意識がやっぱりすごく平和で好きです。じゃあ、また今日も宇宙からメッセージ、ね、毎回やってますけど、どうでしょう？今回ちょっとかなりテーマがすごい深い、最上級に深いというか、僕も大好きなテーマなんだけど、宇宙はどんな風に言ってるんだろうな。ちょっとチャネリングしてますね。あなたがクリエイトしました。これ聞くだけで泣いちゃうんだけど、あなたが本当にクリエイトして、あなたが作った世界です。あなたの魂、深いところでは分かっていますので、そことつながること、そして、見えてる現実というかね、はもう本当にいろんな形を変えていきますので、そこを見ていてもいいですけれども、大元の自分ですね、創造主としての自分の意識とつながること、高次元の、存在、高次元っていうのは結局そういう意識とやっぱりダイレクトにつながってるんですね。私たちはそこから小さくなってるから、高次元の存在とつながることというのが、本当の自分を思い出すこと、本当の自分の力を知ることになっていきます。もう、力がないとかね、自分はできないとか、小さくなっている時は終わりました。あなたが、本当のあなたの力を、思い出すとき、魂に沿った生き方をするときが今です。すごいね。あと何かあるかな。あ
あなたの本当の力を見せてください。あなたが作った世界、作っている世界、あなたの本当の力を自分自身で見つめる時が今です。っていうことですね。はい。こんな感じ。もうちょっと。もうちょっといく？いや、でも、もしあれば、来ればやってほしいけど。どんな？いや、すごいよ。もうすでにもうとんでもないメッセージいただいちゃった。とんでもないメッセージ。もう、そうだな。自分で言ってる感じだよね。自分で言ってるっていうのは、その大元の意識と自分がダイレクトにつながってるから、こう、なんていうのかな。やっぱり自分でやってんだなって、すごく思ったんですけど。すごいね、やっぱり、本当にそうなんだなっていうのをやっぱり体感してるので、一人一人が本当にそういう意識が入っている、魂ではやっぱ分かってるんですよね。分かってないふりというかね、分かってないところを結局地球で生きてきてただけだから、でももうそういう分かってないとかね、そういう遠回りするときは終わったんですよね。本当にすっかり終わってますから、逆に言ったらそういう、なんとなくそうかなとか、そういうところで話せる人がもっと私は欲しいんですよ。そういうところが分かってる人たちとつながりたいし、だからスターシードの人たち、本当にそこにもう気づいてるから、思い切って本当に来てほしいし、それだけの力があるっていうさ、ことを、これからも発信していきますし、私もそれをもうやっぱこの人生で、悟りのね、境地、なんていうのかな、修行に行かないでこっちで体現していくから、見てほしい。見てほしいですね。私結局さ、みんな、もともとだからあんまり、なんていうのかな、細々とやってたのが、今こうやって YouTube とかこうやって拡大してるのは、その大元の意識と繋がってるからなんですね。繋がったり意識してるから、その力をただ使ってるだけなんですよ。だから私がすごいって思われがちなんですけど、それを言いたいんじゃないんですよ。全然それじゃないんです。一生懸命体現してるのは、本当あなたのためですよっていうことなんですよね。自分のためなんですけど、あなたのために本当にそれを自分の人生をかけてやってますから、もう自分のこと気づいてくださいっていう感じですね。はい。すごい。そんな感じです。ちょっとね、すいません。創造主パーティーやりたいな。よくわかんないです。みんな創造主だからっていうね、そういうパーティーわかんないけどね。なんかとにかくこの意識で、この意識でいる人が増えたらもうどれだけ楽しいかですよ。だからなんかね、本当にね、これ僕創造主の話ね、10年ぐらい前本、なんか書いた時は自分ではよく分かってないけど書いてたんだけど、すごいね。なんか細かいなって思いながらね、でもやっぱりこういろいろ実験したりいろいろね、試したり自分でまた落ち込んだりやってたんだけど、もういいよって、もうずっともうこればっかり言おうと思ってます、本当に。ビジネス。つい最近のビジネスセミナーもこればっかり言ってましたからね。すごいね。でも別にそこに切り込んでいくのがすごいよね。でもね、昔だったらそんなこと言ってたらもうダメだったと思うのに、今なんか聞いてくれるんですよね。普通の経営者とかが。席を外さずに。まあいいか、そればっかり言ってやろうと思うんだけど、とにかく、ちょっとね、僕はそれ系テーマだし、ずっとまたね、これからも言っていこうと思うし、やっぱりね、みんながそうね、なんか、そういう意識で生き始めたらめちゃめちゃ確かに面白いよね。はい。やばいですよね。ここの地球が本当天国っていうか、もう宇宙そのものになりますし、楽だよね。本当に自然に助け合うだろうし、ね、なんていうのかな、もうエネルギーでお互いに分かり合うみたいな感じかな。そういう世界になってきますね。なっていますね。はい。ということで今日はね、創造主として生きるでした。ということで、今日もね、はい、ありがとうございました。ということで、最後は、ではではでいきましょうか。はい、それでは今日も見ていただきましてありがとうございます。ではでは。ではでは。